9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラマ FM の時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。蒸留所には原料の仕込みから発酵、蒸留、樽詰め、熟成管理など様々な仕事がありますが、その全てをほぼ一人で行っている蒸留所があります。イングランド南西部ウィルトシャー州のワイリー渓谷にあるワイリー蒸留所。ここを一人で運営しているのはオーナーであり蒸留家でもあるサム・バーバー氏です。2023年7月には最初の樽を熟成庫へ入れました。今年8月、ついにその原酒が熟成期間の3年をクリアしました。蒸留所にとっては大きな節目を迎えたことになります。ただしサム氏はさらに熟成を続ける方針を示しています。ワイリー蒸留所はもともと農場だった場所に作られました。近隣の農場で栽培された大麦を使い、それをイギリス最古の現役モルティング場の一つ、ウォーミンスターモルティングへ送り、伝統的なフロアモルティングで麦芽にしています。水も蒸留所の敷地にある地下水脈から、そしてフォーサイ社製銅製ポットスチル2機を使って2回蒸留を行います。年間生産量は純アルコール換算で約45,000リットル。大手蒸留所と比べれば極めて小さな規模です。現在、熟成庫には1000樽以上のウイスキーが眠っています。その中には3年を超えてさらに熟成を続ける樽だけでなく、15年、そして21年という長期熟成を見据えた樽もあるそうです。すぐに商品として売り出してしまうのではなく、この樽がどこまで変化するのかを待つ。一人で始めた蒸留所が最初の樽を入れてから3年、ようやくウイスキーとしての法的なスタートラインに立ったわけですが、ワイリー蒸留所にとってはここからが本当の熟成の時間なのかもしれません。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランド・グラスゴー近郊の農場に拠点を置くジャクトン蒸留所が初となるシングルモルト、ラールシングルモルトスコッチウイスキーイノーギュラルリリースの予約販売を開始しました。発表は2026年8月7日。このボトルはジャクトン蒸留所にとって記念すべきファーストボトリングです。ジャクトン蒸留所を設立したのはキーンファミリー。農場をルーツとする独立系のファミリー蒸留所で、蒸留から熟成、そしてボトリングまで一連の工程を自社の敷地内で行っています。そしてこの蒸留所を語る上でもう一人注目したい人物がいます。マネージングディレクターを務めるジェイニー・キーン氏です。現在28歳という若さで蒸留所を率いており、スコットランドのウイスキー業界でも若手女性リーダーの一人として注目されています。そんなジャクトンが最初の樽詰めを行ったのは2020年2月。そこから6年以上の時間をかけて熟成を続け、今回ようやく最初のシングルモルトとして世に送り出されることになりました。商品名はラールシングルモルトスコッチウイスキーイノーギュラルリリース。限定6000本で一本一本に手書きのシリアルナンバーが入ります。このファーストリリースで面白いのがその原酒構成です。使用されているのはバーボンダル、ペドロヒメネスシェリーダル、アモンティリアードシェリーダル、そしてオロロソシェリーダル。この4種類の樽で熟成した原酒をブレンドしています。アルコール度数は 48.7%。冷却ろ過を行わず着色もしていないナチュラルカラーです。公式テイスティングノートを見ると、香りにはフルーツケーキ、イチジク、そしてサルタナレーズン。口にするとダークフルーツや糖蜜、ローストナッツといった濃厚な風味が現れ、フィニッシュではトフィー、スイートスパイス、柔らかなオークへと続いていきます。そしてもう一つ面白いのがボトルデザインです。
ボトルの背面には小さな小窓が設けられています。ウイスキーを飲んで中身が減っていくと、その小窓から見える景色が少しずつ変わっていくという仕掛けです。さらにボトルには農場をルーツとする蒸留所らしく、大麦のイラストがエンボス加工されています。そして箱にはこのウイスキーの開発段階で試飲やフィードバックに協力した見学客や業界関係者、ウイスキーファンなどの名前も刻まれています。現在予約を受け付けており、出荷は2026年9月4日から順次開始される予定です。ローランド地方からまた一つ新しい蒸留所の個性がシングルモルトという形で見えてきました。これから熟成庫に残されている原酒がどんなウイスキーで育っていくのか、ジャクトン蒸留所の今後にも注目しておきたいと思います。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はバリンダロッホ蒸留所からメリーパークファームです。バリンダロッホ蒸留所は2014年にスペイサイドで創業した家族経営の蒸留所です。創業者のガイ・マクファーソン・グラント氏は、この地に長く居を構えるマクファーソン・グラント家の一族で、現在はバリンダロッホ城の23代当主を務めています。蒸留所ではエステート内で収穫された春大麦のみを使用しています。年間生産供与量は10万リットルと、スペイサイド地域では最小規模で、木製ウォッシュバッグや一対の小型のポットスチルといった伝統的な設備と製法でシングルモルトを製造しています。また一般的なコンデンサーの代わりにワームタブを用いることにより、華やかな香りを持ちながら程よいボディ感を備え、長期の熟成にも耐えるニューメイクを仕上げている点も大きな特徴です。熟成には同様に伝統的なバーボンカスクとシェリーカスクが主に用いられ、蒸留所敷地内の貯蔵庫でじっくりと時を重ねます。メリーパークファームはバリンダロッホ蒸留所のシングルモルトに、バリンダロッホエステートと歴史的に関係が深いクラガンモア蒸留所のモルトをごく少量加えたブレンデッドモルト、いわゆるティースプーンモルトです。インポーターがバリンダロッホ蒸留所と協議を重ね、バリンダロッホシングルモルトのエントリーボトルとして開発した日本史上1000倍商品です。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは象徴的なレモンの香り。ミドルノートはココナッツ。ラストノートはほのかな木の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかで、ボディはミディアム。レモンケーキの爽やかな甘み。洋梨の風味に蜂蜜のコクが広がります。さまざまなフルーツの濃厚な果汁の風味があふれるようです。フィニッシュは柔らかいジンジャーと柑橘の皮の苦み。
蜂蜜のかかった洋梨の余韻が程よく続きます。これは美味しいですね。バリンダロッホシングルモルトではブランド価値が勝り、価格を下げることが難しいですが、ごく少量だけ違うモルトを混ぜることでブレンデッド扱いにし、価格を抑える手法は古くから伝わる先人の知恵になります。味わいはほぼバリンダロッホと変わりません。特徴のあるレモンの香りと味わいが素晴らしく、フルーツの風味に切れ上がりの良い余韻。飲みやすいですが十分な満足感が得られます。ストレートやロック、ソーダでいろいろなスタイルを楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはプロキシモスピリッツからザ・セクストン11年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただきましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。